むにゅむにゅむにゅプラスチックが押し出される瞬間、とても気持ちいいですよね。これはモデラとして大好きな光景の一つだと思います。円楽63ビフラチャンネルへようこそ。今回のテーマは、初心者を悩ませる合わせ目消しです。特にビフラ好きの皆さんには、肌色パーツの合わせ目が見た目に大きく影響しますが、処理は初心者にとって難しいですよね。どの接着剤が使いやすいですか？乾燥時間はどれくらいですか？どうやったら完璧にプラスチックを押し出せますか？ご安心ください。この動画で全ての疑問をバッチリ解決します。ツール紹介。必要なツールはたくさんありそうだけど、実はマストアイテムはこの3つだけです。紙やすり、流し込みタイプ接着剤、速乾、デザインナイフ、スポンジやすり、スクレーパー、パーツセパレーター、記念着コーティングを施したピンセット、ペンサンダー。速乾タイプの流し込み接着剤が私のお気に入りで、めっちゃ押します。この接着剤は細かい隙間にすぐ浸透しますので、ビフラみたいな複雑なパーツ分けにバッチリです。乾燥も早くて、24時間で完全乾燥し、ヤスリがけが可能になるので、製作スピードがぐっと上がります。しかも、ランナーを溶かしてパテにしたり、造形にも使える素晴らしいアイテムだと思います。初めて使う方は、ジャンプパーツで試してみるのがおすすめです。普通の接着剤と違って、仮組みしてから合わせ目に流し込んで、プラスチックが溶けて一体化します。これが基本的な使い方で、月から実践しながらいろんなテクをお見せします。基礎編。今回はグランデスケールシリーズのパーツを使います。通常のビフラより倍くらいでかいので、作業中の細かいところがよく見えますよ。ただ、パーツが大きくなると合わせ目も長くなって、完璧にプラスチックを押し出すのが難しくなります。まずはビフラでよくある左右のパーツから解説します。これは高麗の型パーツで、合わせ目が短めで難易度低めです。今回は初心者向けの動画なので、ラボ穴の加工なしで説明していきます。まずはパーツ同士の間に少し隙間を残します。パーツがもう組み合わせた場合は、デザインナイフでそっとこじ開けてください。デザインナイフはとても鋭いから、力加減に気をつけてパーツや指を切らないように。隙間は広すぎても狭すぎてもダメです。狭いと接着剤が浸透せず、プラスチックが溶けません。デザインナイフの刃がスルッと入るくらいがベストです。次に、流し込み接着剤を流し込みます。このステップが一番重要です。鍵は接着剤の量です。この長さの合わせ目なら、ブラシを接着剤につけた後、ボトルの縁で拭かず、そのまま使っても OK です。ブラシに1滴くらいつけて、合わせ目に流し込んで全体に行き渡らせます。2、3回繰り返せばバッチリです。反対側の短い合わせ目は、1回流して量を微調整すれば OK。もし接着剤が乾いてしまったら、少し接着剤を追加して再び溶かしてください。最後に、接着剤の量が適切なのか確認します。隙間がしっかり埋まって、目立つ凹みがなければ合格です。反対側も忘れずにチェックして、凹みがあれば少し接着剤を足します。この部分は合わせ目消し不要なので、少量の接着剤で OK です。準備ができたら、5秒待ってグッと押し付けます。ムニユ。ここまで合わせ目消しは半分成功しています。押し出したプラスチックには触らないようにしてくださいね。さもないとせっかくの作業が台無しですよ。ヤスリがけ。24時間置いて、接着剤が完全に乾いたら、いよいよヤスリがけ作業です。合わせ目消しの成否の半分は、この作業にかかっていますよ。まずはデザインナイフで余分な編み出しをカットします。見えない部分なら、刃をパーツにぴったり沿わせて切っても大丈夫です。ただ、合わせ目の上のはみ出した部分は切りすぎないように注意。深く切りすぎると、元のプラスチックまで切ってしまう可能性があります。ゲート処理と同じように、はみ出しを少し残しておいて、ヤスリがけて消す方がいいと思います。さあ、ヤスリがけスタート。水をつけるかは、お好みで OK です。私は普段水をつけない派です。ペンサンダー登場。スポンジヤスリに合わせて使います。順番で400、600、800でヤスリがけします。ビフラは曲面が多いので、スポンジヤスリや普通の紙ヤスリは、
ヤスリステックより使われる場面が多いです。もしペンサンダーがなくても、紙ヤスリを使ってもほぼ同じ効果です。もちろん電動ツールの方が効率が良いです。それに使うだけで癒し効果もあります。400番手でペンサンダーを使うときは、スピードをガンガン上げすぎないように注意してくださいね。一気に削りすぎちゃいますよ。はみ出し部分を削ったら、デザインナイフで表面にへこみがないかチェックしながら、表面を濡らします。問題なければ、600番でヤスリ傷を消し、次に800番で合わせ目だけでなく全体をさらっと磨きます。これで基本の合わせ目消しは完成です。しかし、目がいい方は気づいたのかな？実はちょっとした歌詞があります。もう一度見てみて。そう、ここのデカリ、実はこれが小さなへこみなんです。後で簡単に直す方法をお教えします。19編。これまで紹介したのは、左右のパーツの基本的な合わせ目の消し方法でした。でも、いくらのパーツ分けが複雑な場合もあって、例えば髪の毛のパーツは単純な左右構成ではありません。さっきの方法で処理しようとしても、うまくいかないこともあります。先の方法は、パーツ間のプラスチックを溶かし、パーツを押し付けてプラを押し出して、合わせ目や段差を埋めるものです。でも、この髪の毛みたいな複雑な形状だと、どうやって合わせ目や段差を埋めますか？答えは後で。まずはパーツをしっかり固定して進めます。どんな方法を使っても、パーツをがっちり固定することがマストです。答えはプラのクスを溶かして埋めることです。今回は外から見えない内側の部分を使います。デザインナイフで適切なサイズと厚さのプラスチックを切り出します。厚さは 0.1 から 0.2mm くらいのがベスト。厚すぎると溶けにくいです。指を切らないように注意してくださいね。切り出したプラスチックのクスを埋めたい場所に置き、流し込み接着剤を塗って溶かします。動画のような薄いクズなら20秒くらいで溶けます。道具はデザインナイフか直感的で使いやすいだと思います。溶けたプラスチックを合わせ目に押し込み、乾きすぎたら接着剤を足して調整します。プラスチックがデザインナイフにくっつく心配はいりません。乾けばポロッと剥がれます。この合わせ目は OK に見えますが、裏側がちょっと目立ちなので、同じ方法で処理します。埋める作業より、小さなプラスチッククスを理想の位置に置く方が難しいかもしれませんね。コツは、平らな場所にクスを置いて、流し込み接着剤のブラシにほんの少し接着剤をつけて、クスを簡単に移動させることができます。こうすると作業がよりスムーズになると思います。この方法なら接着剤は少量で OK です。基礎方法のような一滴ドバッと流すと、無関係な部分まで巻き込んでしまいます。接着剤の量は、クスを溶かせるだけで十分です。必要に応じてクスを追加して、納得のいく仕上がりになるまで調整します。裏側を修正したら、表側もちょっと気になるのでサクッと埋めます。たまに手で押さえた方がやりやすいので、作業用の手袋をおすすめします。満足したら反対側へ。こちらもはめ込み式なので、まずは接着します。接着剤を多めにつけてみましたが、やっぱりプラスチックは押し出せませんでした。では、先と同じ方法で合わせ目を埋めましょう。クスが
ちょっと厚めなので、溶けるのに結構時間かかります。指とデザインナイフを併用して隙間を埋めて、完全に乾いたらヤスリがけします。このパーツは合わせ目だけでなく、前後の紙パーツの段差も気になるので、一緒に修正します。合わせ目が消えて、紙の分割感もぐっと減りました。上級編。こちらは前半部分で合わせ目をL字型になっています。この位置が難易度高めのポイントです。組み立てると段差と合わせ目が目立って、プラを押し出すのは難しいので、プラクスで隙間を埋めて段差を消すしかありません。生地の関節を組む前に、接口部にワセリンなどの潤滑剤を塗るのがおすすめです。組み立てミスでガラスときや、関節を動かしてポーズを取るとき、関節へ摩擦や摩耗を減らせます。生地を組んだら、位置をしっかりチェック。流し込み接着剤の流動性が高いので、生地の関節部が合わせ目に近すぎると接着してしまう可能性があります。だから、関節と合わせ目の間には十分な隙間を確保してください。パーツを合わせる前に、ここに接着剤を多めに塗って何か押し出せるか試してみます。今回はパーツセパレーターを使います。セパレーターの先端を入れるくらいの隙間を残して接着剤を流し込みます。この長さの合わせ目なら一滴丸ごと流しても足りないくらいです。接着剤が合わせ目をしっかり埋めたか確認して数秒待ちます。無理よ。この部分はまだ少し足りないので、今のうちに接着剤を少し足して、はみ出しプラを押し込みます。前後の合わせ目は問題なかったようで、この段差を重点的に処理します。段差が大きいので、まず流し込み接着剤を少し塗って表面を柔らかくし、ツールで段差をなくします。硬い場合は、接着剤を追加しながら押します。黒いパーツは合わせ目が見づらく、1回で完璧に埋めるのはとても難しいです。とりあえず埋めて、ヤスリがピコに埋めてない部分は目立つので、そこを処理します。今は置いておきましょう。もう一つの例を見てみましょう。こちらはズネ部分。まず、関節と合わせ目の間に隙間があるかチェックします。隙間が十分なら、接着剤を流します。流し込み接着剤を長さに応じて多めに流します。無理よ。合わせ目は特に問題なし。さっきの腕と同じように、段差は別で処理します。ここまで見てくれれば、ムニユのコツが分かったと思います。パーツ間の隙間。接着剤の量。この2つのポイントをバッチリ押さえれば、運に頼らずプラを押し出せます。
こんなにでかくて長い合わせ目も完璧に処理できますよ。でも、前に言った通り、ここまでは合わせ目消しの 50% しかないです。残りの 50% はヤスリがけにかかっています。ヤスリがけ、上級編。余分な編み出しをカットしたら、ヤスリがけスタート。まず400番の紙ヤスリで粗く削り、合わせ目の埋まり具合をチェックします。ちょっと凹凸があるところが見えますね。後でじっくり処理します。ついでに、手首の造形がちょい太めに感じます。ここをスッキリさせます。削る量が多いので、テンサンダーを使います。プラモ作りはモデルアンサーがあっても、それが自分が望む答えとは限りません。例えば、この腕のモデルアンサーは合わせ目消しをきれいにすることかもしれないですが、私は手首を細く丸くするのがもっと綺麗だと思います。こういう時は、大胆に削っちゃいましょう。ビフォーアフター。ヤスリがけに戻ります。ここに裸眼でも見える凹みがいくつかあります。前にカットしたはみ出しを使って埋めます。ここでいいですよね。溶けたらツールで平らにして、400、600、800の順番で磨いて、合わせ目消しを完成させます。上級、表面処理編。これまでの方法は、埋める作業とヤスリがけを別々にやっていました。次は、造形の調整作業と埋め作業を同時に進める方法を紹介します。こちらは肌色の肘パーツ。構造はさっきの黒いパーツと同じです。合わせ目をざっくり処理した後、造形の調整と凹みの修正を一緒にやります。手首がやっぱり太めなので、スクレーパーで細くします。動画は早送りしてませんよ。合わせ目をスクレーパーでこすると、段差が刀の刃から手に伝わってきます。余分な削りカスを掃除しつつ、少し残してパテ代わりに使えます。この削りカスはめっちゃ薄いので、流し込み接着剤をかけるとすぐ溶けて、乾燥もとても早いです。このタイミングを逃さず、溶けたカスで凹みを埋めます。パステルで影を仕上げたパーツ。次に、とても小さな凹みをチェック&リカバリーする方法を紹介します。完璧にプラスチックを押し出しても、表面に微妙な凹みが残ることがあります。例えばここ、削りカスが溜まってるところが凹みです。他にもいくつありますが、皆さん見つけられますか？表面に超薄く流し込み接着剤を塗ると、光の反射で凹みが目立ちます。こんな小さな凹みは、スクレーパーでサクッと処理できます。さっき接着剤を塗った部分を削りカスを凹みに移動させ、ほんの少しの接着剤を足せば凹みを埋めます。
接着剤の量が少なめなので、十数分までがやすりがけできます。磨いた後は、まだ2箇所が気になるので、削りカスを追加して処理します。パステルで仕上げた完成状態。今回は流し込み接着剤を使った合わせ目消しの方法を紹介しました。個人的には最高率のテクだと思うので、皆さんのプラモ作りに役立てば嬉しいです。合わせ目消しの後は、艶消しコートをおすすめします。やり方はとても簡単で、こちらの動画をご覧ください。夏ももうすぐ終わりですね。この水着のグランデゴーラ、予定通り完成できるかな？合わせ目消しのコツや質問があったら、コメント欄でぜひ教えてくださいね。それでは、またね。